これでわかるプシュケ。ギリシャ神話に登場する人間の少女で3人姉妹の末っ子でした。あまりに美しく育ったプシュケは美の女神アフロディーテの嫉妬を買ってしまいます。人間の女に負けるなんて。そして自分の息子エロースにあることを命じます。エロースとはキューピッドのこと。ギリシャ神話ではエロース、ローマ神話ではクピト、英語読みでキューピッド、またアモールとも言います。何を命じたかというと、エロースの愛の弓矢を使ってプシュケに醜い男と恋をさせるように仕向けるという作戦。いたずら好きのエロースは任せてと彼女のもとへ向かいますが、彼女の美しさに動揺し、うっかり自分をも弓矢で傷つけてしまい、プシュケへの愛の虜となってしまいます。ただアフロディーテの手前、そのまま連れ去ることはできません。その後、プシュケはアフロディーテの妨害により結婚相手が見つからなかったのですが、そのことを心配した両親が信託を受けることにしました。すると、プシュケは人間の誰とも結婚できぬ。山の頂に連れて行き、そこに置いてきなさい、と言われました。それは山の怪物と結ばれるだろうという悲しい信託でした。そんな話を聞いて可愛い娘に対してその通りにするとはびっくりなのですが、信託は絶対のようです。両親は従いました。ただ実はこの信託、エロースが仕組んだものでした。両親は彼女を山へ連れて行くと一人残して帰りました。そこに風の神ゼピュロスが来て彼女を運び去ります。気づくとプシュケは素晴らしい宮殿の前にいました。そこで待っていたのはエロース。ただ神である自分の姿を人間のプシュケに見せることはできません。そこでプシュケをその宮殿に住まわせ、自分の正体を隠して夜ごと暗闇に紛れて現れました。私があなたの夫です。しかし絶対に私の姿を見てはいけません。プシュケは身の回りのことをしてくれるメイドたちと見えないけれど優しい夫と幸せに暮らしました。ですがホームシックになり、姉たちを招待しました。そして夫がとても優しいということと姿を見たことがないということを話しました。姉たちは言います。信託ではあんたの夫は怪物だと言ってたじゃない。きっと大蛇か何かであんたを太らせてから食べてしまうのよ。確かめてみた方がいい。ランプとナイフを持って行って怪物だったらその首を切っておしまい。と。プシュケはランプとナイフを用意します。エロースが寝入るのを確かめるとランプを掲げてとうとう姿を見てしまいました。ああ、なんという美しさ。プシュケはその神々しさに動揺し、ランプの熱い油をエロースの肩に落としてしまいました。やけどを負い姿を見られたエロースはそれ以上そこにいることができなくなり、愛は疑いと共にはいられないと言い残して飛び去ってしまいます。アフロディーテは自分の息子が勝手なことをしていたことを知り激怒。プシュケを捕らえます。何でもいたします。どうかお許しを。プシュケは必死にお願いしました。よし、お前が本当に息子にふさわしいか試してみようじゃないか。アフロディーテは3つの試練を与えましたが、いろいろなものが彼女を助け、プシュケは難題を乗り越えていきました。最後の試練として、アフロディーテはプシュケに冥界の神ハデスの妻ペルセポネからアフロディーテ自身のために美を分けてもらってくるようにと命じました。プシュケは無事にもらった美が入った箱をアフロディーテのものへ届けようとしたとき、水面に映った自分の姿を見てしまいます。そこに映っていたのはすっかりやつれてしまった自分の姿。こんな姿でエロースに会えない。プシュケは思わずその箱を開けてしまいます。実はこの箱、入っていたのは美ではなく永遠の眠りでした。箱を開けてしまったプシュケはその場で永遠の眠りについてしまいます。これこそ女神アフロディーテが仕組んだ罠だったのです。エロースはプシュケの一途さに打たれ、疑いの気持ちを持ってしまった彼女を許します。そして永遠の眠りをかき集めて箱に戻し、愛のキスで彼女を目覚めさせました。
そしてイロースは最高神ゼウスに頼み、不老不死のお酒をプシュケに与えてもらいます。すると彼女の背中には蝶の羽が生え、神々の仲間入りをしました。これで神と人間の身分違いの恋ではなくなり、アフロディーテも仕方なく承諾して2人は結ばれました。もともとアフロディーテの嫉妬が生んだ恋でしたが、最後に2人が幸せになってよかったですね。イロースは幼児の姿だったり少年の姿だったり、画家によって自由に描かれています。では最後にプシュケとイロースの他の作品を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。